はい。皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。株式会社マーベリックスの中堀と申します。同じくマーベリックスの鹿島です。よろしくお願いいたします。本日は POS システム開発におけるクロードコードエージェント設計と成果物の差分検証というテーマで、私たちの取り組みについて発表させていただきます。では、まず本編に入る前に簡単な自己紹介をさせていただきます。私、中堀翔太と申します。主にバックエンドを担当しているエンジニアでして、エンジニア歴としては約13年ほどになっております。AI の活用歴としましては、今参画しているプロジェクトで本格的に活用し始めて約半年ほどですね、になっております。で、普段はカーソルやクロードコードを活用しています。で、弊社内では Google ワークスペースのジェミニなども積極的に活用しております。続いて鹿島司と申します。私は主にフロントエンドを担当しているウェブエンジニアで、エンジニア歴は約5年になります。私も中堀と同様に AI 活用歴は約半年で、カーソル、クロードコード、ジェミニなどの AI ツールを日常的な開発に取り入れております。本日のアジェンダはこちらになります。まず背景として、AI 駆動開発においてチーム全員が一定品質を出せる仕組み作りを目指した経緯をお話しします。次に課題として同じクロードコードを使っていても設計次第で出力内容に統一性がないという直面した問題について共有します。その課題に対する仮説として AI へのガードレールと手順書を整備すれば解決できるのではないかと考えました。続く検証結果のパートでは、実際にそのガードレールと手順書を整備した結果をビフォーアフターで比較、検証した結果をご覧いただきます。最後に考察と展望として属人化を排除できることを実証した上で、それをどうチームへ展開していくかについてお話しします。具体的な内容に入る前に、本発表を通じて皆様に一番お伝えしたいコアなメッセージをお話しします。それは、プロジェクトの暗黙知を型に落とし込んで AI に渡せば、AI の出力は安定するということです。AI の挙動は与えられる環境、つまりコンテキスト次第で大きく変わります。AI に全てを丸投げするのではなく、しっかりとガードレールを設計し、AI を迷わせないように導くことが AI 駆動開発フローにおける人間の重要な役割だと考えております。本日はぜひこの点を念頭に置いてお聞きいただければ幸いです。それではここから具体的な内容に入っていきます。まずは背景として、この POS システムができるまでの経緯や前提についてお話します。本題に入る前に、今回題材とした POS システムについて簡単に触れておきます。POS とは、ポイントオブセールの略で、商品が売れる瞬間を管理するシステムのことです。コンビニやスーパーのレジをイメージしていただくと分かりやすいかと思います。今回、我々が AI 駆動開発のデモとして構築したのは、中規模小売店を想定したマイクロサービス型の POS アプリケーションです。想定している機能としては、顧客側がバーコードのスキャンから始まり、在庫確認、支払い、そしてレシート発行までを行います。一方、管理者側では、商品や在庫の管理、売上の管理、確認ができる仕組みとなっています。そして、このシステム全体は、商品、在庫、注文、支払い、レシートという5つのサービスで構成されております。続いて、今回のシステムに採用しているマイクロサービスアーキテクチャについて簡単におさらいします。これはシステム全体を小さく独立したサービスの集まりとして構築する設計手法です。従来のモノリス型の場合、すべての機能が一つのアプリケーションにまとまっていることで、一部の機能の変更や負荷がシステム全体に影響を及ぼしてしまいます。これに対し、マイクロサービス型では、機能ごとに独立したサービスとして分割し、それぞれが互いに連携して一つのシステムとして機能するように設計します。今回の POS アプリでは、先ほどお伝えした商品、在庫、注文、支払い、レシートの5つが、それぞれ独立したマイクロサービスに該当します。次に開発の背景についてお話します。今回の POS 開発は2回目の実装になります。もしこのシステムを人間が全て開発した場合、期間は6から9ヶ月、工数は推定1220時間ほどかかると見込んでおりました。で、それを1回目の AI 駆動開発で行った際は、期間を約3ヶ月、工数を約900時間まで圧縮することができました。
そして今回の2回目では、期間は約3週間、工数にして約56時間というスピード効率が良い状態で開発を完了させています。しかし、1回目には大きな課題がありました。AI に文脈を与えずにコードを生成させた結果、オーダーサービスのような特定のサービスが責務過多な巨大クラスになってしまいました。物理的にはサービスが分散しているものの、論理的には密結合になっている、いわゆる分散モノリスという厄介な状態に陥ってしまいました。そこで2回目のアプローチでは、計画フェーズからしっかり見直しを行いました。設計段階でこの分散モノリスを防ぐ構造を整えた上で再開発をスタートさせました。ところが、ここでまた新たな課題が浮上しました。それが AI の出力による実装品質のブレです。ですので、本日のこの発表は、実装品質のブレという課題に対してどう2回目を設計したかという記録でもあります。では、その2回目の開発において、人間と AI の役割分担が具体的にどう変わったのか、こちらをご覧ください。一番左の従来開発は、要件定義からテストリリースまで人間が手を動かして開発するおなじみのフローです。真ん中が先ほどお話しした1回目のポス開発です。この時は人間が要件定義と設計をしっかり行い、実装という重労働の部分を AI に任せました。これだけでも大幅な効率化はできたのですが、人間が設計したものを AI に単に作ってと投げるだけでは、先ほどの分散モノリスのような構造的なズレが生じてしまいました。そして一番右が今回取り組んだ2回目のポス開発のアプローチです。最大の変化は全体を囲っている点線の部分になります。人間の役割がルール設計、つまり AI を正しく動かすための土台、基盤作りに完全にシフトしました。このルールさえ人間が最初にしっかりと定義してしまえば、あとは AI 自身が要件定義や設計のフェーズから自律的に動き出し、実装、そしてレビューやテストに至るまで全フェーズを推進してくれます。人間が直接コードを書いたり、細かい設計をするのではなく、AI が迷わず正しく動ける環境、こういったルール作りをすることに全振りしたのが今回の大きな特徴になります。ここからは今回の開発で私たちが AI にルールや環境を設計するために活用した2つの重要なツールをご紹介します。まず1つ目はコーディングエージェント for ScalaDB です。こちらは株式会社スカラーの深津さんが開発されたクロードコード向けのツールになります。このツールを活用することで、ScalaDB の複雑な前提条件やフェーズ1からフェーズ4までの設計ドキュメントを自動生成することが可能になります。これにより AI に読み込ませるための正しく動くための土台と前提知識を用意することができました。続いて2つ目のツールがコンパウンドエンジニアリングプラグインです。これはエブリー社が提唱している作るほど開発が加速するというコンパウンドエンジニアリングの手法を取り入れたクロードコードの拡張プラグインです。このツールの最大の特徴は、開発を通して AI が得た学びや解決策をその場限りにせず、計画、実行、評価、複利化の4ステップのループを回すということで、チームの資産として蓄積していけるという点にあります。各ステップについて具体的にどう進むのかをご説明します。第1のステップが、計画、プラン例です。ここでは AI が課題を自ら調査し、詳細な実装計画を立てます。構築に入る前に、人間と AI の間で何を作るかの共通認識をしっかりと築くフェーズです。第2のステップが実行ワークです。AI が先ほどの計画を ToDo に分解し、自律的にコーディングとテストを進めていきます。ここで私たち人間は直接コードを書かず、指示と見守りを担当します。第3のステップは、評価、レビューです。人間と複数のサブエージェントに分かれた AI が成果物を多角的に検証します。単なる動作確認にとどまらず、開発中に得られた教訓のようなものを抽出するというのがポイントです。そして、最後のステップであり、このループの核心部分となるのが複利化、コンパウンドです。先ほど抽出した教訓を指定のディレクトリにルールとして永続化します。これにより、個人のノウハウがチームの共通資産となり、次からの AI の出力品質がさらに向上していくという仕組みになっています。続いて、今回構築したポスシステムの全体像についてご説明します。システム全体は5つのマイクロサービスに加えて、フロントエンド、BFF、共有ライブラリ、インフラを合わせた計13のリポジトリで構成されています。
各サービスはそれぞれ独立してデプロイ可能なマイクロサービス設計を採用しており、影響範囲を限定できる構造にしています。次に、本システムに採用した技術スタックをご紹介します。まず AI コーディングエージェントとして Claude コードを使用し、モデルは Claude Sonnet 4.6および Haiku 4.5を活用しました。バックエンドには Java21 と Spring Boot 3.2.5を、そして DB ミドルウェアには ScalaDB のバージョン3.16.0を採用しています。さらにデータストには PostgreSQL、Cassandra、DynamoDB を使い分け、BFF には Hono、メッセージングには Apache Kafka、インフラには Docker と Kubernetes を使用するといった構成になっています。ここで、今回のシステムの要であり、技術スタックにも挙げた ScalaDB について簡単にご説明します。ScalaDB は一種のデータベースをまたいでアシッドトランザクションを実現できる強力な DB ミドルウェアです。ただし、OCC や 2phase コミットといったDB ミドルウェア固有の書き方が必要になるため、通常のスプリングのコードとは実装方法が異なるという特徴があります。この固有の書き方や制約があるという点が AI に実装を任せる上で後々課題となりました。それでは、今回のマイクロサービスアーキテクチャにおいて、なぜ ScalaDB を採用したのかという理由について、AI エージェントを活用するという視点から4つのポイントでご説明します。1つ目は、並列開発が容易になる点です。各サービスが独立したスキーマを持つため、サービス間の独立性が担保されます。これにより、他のサービスの変更を気にすることなく、複数の AI エージェントに同時並行で実装を進めさせることが可能になります。2つ目は、トランザクション保証です。ここが AI に開発させる上で非常に大きなメリットになります。通常、分散システムって整合性を保つには、SAGA や TCC といった複雑なパターンを実装する必要があります。しかし、AI は複雑な例外処理や補助処理を記述するというのが苦手で、それを指示しようとすると、オーケストレーターを含む膨大なコンテキストを渡さなければなりません。ScalaDB のこの 2phase コミットを使えば、AI はただ呼び出すだけで整合性が保証されるため、渡すコンテキストを極力小さく、シンプルに保つことができます。3つ目は、境界の保護です。もし他のサービスのデータベースが見える状態だと、AI は良かれと思って直接アクセスしてしまい、マイクロサービスの境界を壊してしまうということがあります。アクセスを ScalaDB 経由に限定することで物理的な制約となって、AI がサービス境界を越えにくくするガードレールとして機能します。最後、4つ目は環境差異の吸収です。ScalaDB が一種データベースを抽象化してくれるため、ローカル環境では PostgreSQL だったり Cassandra を使い、本番環境ではクラウドサービスを使うといった場合でも AI が書くコードは全く同じで済みます。AI に環境ごとの差異を教え込むという必要がなくなり、指示が非常にシンプルになるというメリットがあります。ここからは私たちが直面した課題について深掘りしていきます。先ほど1回目の開発で実装品質のプレが課題として浮上したとお話ししました。では、同じ AI ツールを使っているにもかかわらず、なぜ出力結果に差が出てしまうのでしょうか。その原因を調査していく中で分かったのが、プランが存在していても AI がそれを参照する保証がないということでした。私たちは Claude.md にプランの場所、フェーズ1からフェーズ4を記載しており、Claude 自身もプランがどこにあるかということ自体は知っております。しかし、場所を知っていることと必ず読むことはイコールではありません。実装のタスクが与えられたとき、プランを読むかどうかは、クロードがその場で判断してしまいます。もし、クロードが今のコンテキストだけで十分見えていると判断した場合、重要なプランを読まずに勝手に実装を進めてしまうのです。必ずプランを読むという仕組みを設けていなかったため、読むかどうかがクロード次第になってしまい、結果として出力がブレるという事態が起きていました。この場所を知っているけれど、必ず読むとは限らないという確実性のなさこそが実装のブレを引き起こす最大の原因でした。どんなに人間が完璧な設計書を用意しても、AI がそれを読んでくれなければ意味がありません。この不確実性をどう排除するかが次のステップへの鍵となりました。知っているけれど必ず読むとは限らないというこの AI の不確実性。
これを解消するために一つの仮説を立てました。それは AI への設定を仕組みとしてしっかりと整備すれば、このブレはなくせるのではないかというものです。整備の方針として私たちが目指したのは、クロード次第で読む、読まないが変わってしまうという余地を減らし、AI が必ず読むという状態を設計することです。具体的には大きく2つのアプローチを取りました。1つ目はルールズの活用です。ファイルごとにパス図条件を設定し、特定のファイルを触ったときに自動的にルールが読み込まれ、実装中の制約が確実に伝わるようにしました。2つ目はスキルズの活用です。こちらにはいつ使うかというトリガーをディスクリプションに明示することで、AI が自律的に参照すべきタイミングを判断できる仕組みを作りました。特にユーザーが実際に言いそうな言葉、これトリガーフレーズを含めることで、AI がスキル名を知らない場合でも能動的にスキルを選択ができるので効果的です。これらの設定は、プロジェクト内に .cloud というディレクトを作成して配置します。ここは、クロードコードが会話開始時やファイル編集時に自動で読み込む場所であり、いわばこのプロジェクトの常識を AI に教え込むための指示書置き場です。ここに記述した知識やルール、手順が AI の判断基準となるため、このドットクロードの中身をどう設計するかというのが AI の出力品質を直接的に決定づけることになります。ここからは具体的にドットクロードディレクトリの中身をどのように構成したのかをご説明します。ドットクロードの中にはいくつか機能がありますが、本日は特に AI の出力品質を左右する重要なルールズとスキルズを中心にご紹介します。今回のプロジェクトでは、パスごとの制約やルールを定義するルールズを17ファイル作成しました。また、実装前の準備やノウハウの永続化といった具体的な手順、ワークフローをスキルズとして定義しています。全体像としては、まず Cloud.md でプロジェクト全体の前提条件を定義し、その上でルールズとスキルズを組み合わせて AI を補助する構成になっています。では、そのドットクロードの中に具体的に何を入れるべきかを役割ごとに整理したのがこちらの表です。大きく分けて5つの機能があります。まず、Cloud.md はプロジェクト全体に常に適用される前提条件を定義する場所です。次のこのサブエージェンツは、コーディングやテストなど特定の領域を専門とする人格にタスクを委託したい場合に、どんな専門家かというのを定義します。そして、本日深掘りするスキルズとルールズです。スキルズは複雑な手順や、専門知識、ベストプラクティスなど、どうやるかというのを具体的に定義し、再利用可能にするものです。一方、ルールズは特定のディレクトリやファイル種別ごとにパス別の前提を定義し、やってはいけないことを防ぐという役割を持ちます。最後に、コマンズはよく使う定型的な指示を何をやるかとして短縮コマンドにまとめる機能です。まず、ルールズについてです。これは AI に対するガードレールの役割を果たします。AI は知らないというだけで平気で制約違反のコードを生成してしまいます。ですので、DB ミドルウェア固有の制約やコーディング規約、アーキテクチャパターンなどをここに記述しておきます。フロントマターに条件を書いておくことで、ファイル編集時に自動読み込みされるため、一度このルールを書いておけば、チーム全員、そしてどのモデルを使っても同じ品質が再現できるようになります。本プロジェクトでは計17ファイルを作成しました。具体的な事例を2つご紹介します。1つ目は、リポジトリ実装のルールです。スカラ DB には固有の知識というものが必要になりますが、何も教えない AI は一般的なスプリングデータ JPA で実装しようとしてしまいます。そこで repository.md というルールを用意し、リポジトリはスプリングデータ JPA ではなく、スカラ DB API で実装するという制約を設け、対象ファイルを触るときにのみ自動で読み込ませるようにしました。2つ目は、複数サービスにまたがるデータ更新のルールです。マイクロサービス間で取引を行う際、その複雑な手順を知らなければ、AI は途中のフェーズを勝手に省略してしまうという恐れがあります。そこで、toPhaseCommit.md というルールを用意し、注文確定時に begin から始まり、join、prepare、validate、最後に commit という全フェーズを踏む必要があるということを定義しています。
続いて、スキルズについてご説明します。こちらは AI への手順書置き場です。スキル .md の中にいつ使うか、何をするか、何を出すかというのを定義しておきます。3ステップ以上かかる複雑な作業や複数ファイルにまたがるような業務が対象です。スラッシュコマンドで呼び出すだけで AI が毎回同じ手順で実行してくれるため、ルールズがやってはいけないことを防ぐガードレールだとすれば、スキルズはやるべき手順を導くワークフローのようなものだということができます。こちらも事例を2つご紹介します。1つ目は実装前準備スキル、インプルプレップというものです。これは実装を開始する前に実行するもので、設計ドキュメントから DB ミドルウェア固有の実装パターンを自動で抽出してくれます。トランザクションの境界や API の使用パターンなどをサマリーとして出力してくれるため、スムーズに実装に入ることができます。2つ目は、ノウハウの永続化スキル、ソリューションズリフレクトです。実装中に壁にぶつかって、それを解決した際、その問題と解決策をドキュメントとして記録しておきます。すると、このスキルが内容を分析し、自動で先ほどのルールズやスキルズに落とし込んでくれます。これにより、一度解決した問題はルール化され、チーム全体で同じミスが繰り返されなくなるという仕組みです。ここから実際にこの設定を行ったことで出力がどのように変わったのか、結果の検証パートに移ります。はい。改めて、私、中堀がバトンを引き継ぎまして、検証と結果のパートについてお話しさせていただきます。先ほど鹿島から説明があった AI へのルールや手順の設定が実際の出力結果にどのような効果があったのか、その検証結果をご覧いただきます。で、まず、今回の検証の前提とスコープについてご説明いたします。まず検証の対象としましたのは、今回のポスシステムを構成するオーダー、プロダクト、インベントリー、ペイメント、レシートの5つのマイクロサービスです。変える条件としては、ルールズとスキルズの有無ですね。で、つまり先ほど解説した AI への設定があるかないかという点のみです。で、また、モデルに関しては、あえて最軽量のクロードハイクというものに固定しています。試行回数に関しては、1回だけだと、ビフォーでもたまたまうまくいってしまうのではないかっていう可能性を考慮して、各サービス5回ずつ試行しました。AI への指示コマンドも実装コードの自動生成のみにしています。で評価に関しては、専用の評価スキルを用いて8つの観点でチェックをしました。で、8つの観点については後ほど説明いたします。5つのサービスに対して5回の試行、そしてビフォーとアフターの計50回の検証を実施しています。なお、今回は純粋なコードの生成のブレを確認するため、動作テストとかコードのレビューとかは今回スコープから外しました。評価の判断基準としては、実装の計画の仕様を満たしている場合はパス、成功。で、方向性は合っているけど、一部食い違っているものを条件付きの成功。で、スカラー DB の制約を根本的に誤っているものを失敗として3段階で分類しております。では続いて評価に用いた8つの観点について前半と後半に分けてご説明いたします。で、前半の4つはまずデータベースの操作やトランザクションに関わる観点となります。で、一つ目は、トランザクション管理です。分散データベースでのデータの整合性を100%保証するために重要ですが、ルールがないと AI はすべての処理に一律でスプリングのトランザクションアノテーションを適用してしまいます。で、二つ目に関しては OCC リトライです。公並列な注文時にエラーにならずに自動で再試行されるかっていう観点ですが、設定がないと汎用的なエクセプションで一括処理されてしまい、リトライが組み込まれません。3つ目、クラット API で旧 API を使ってしまわないか、インサートとアップデートを正しく使い分けているかっていうのを評価します。で、4つ目はリポジトリです。インターフェース型の正しい使用ができているかをチェックしていきます。で、続いて後半の4つです。5つ目はエンティティ設計です。イミュータブルな設計が守られているかを確認します。設定なしだと AI はデータアノテーションを使って可変的なオブジェクトを作成してしまいます。で6つ目がディレクトリ構成です。
スカラー DB や DDD に準拠したパッケージ構成になっているかを見ていきます。で、7つ目がデータベースの設定ですね。データベースプロパティなど必須な設定が適切に行われているかをチェックしていきます。で、最後に8つ目が例外処理です。特にネットワークの障害などでコミットの結果が不明になってしまう Unknown Commit Status Exception を適切にハンドリングできているかを評価していきます。こちらの設定がないと汎用的なエクセプションとして処理をされてしまい、500のサーバーエラーとして片付けられて終了してしまいます。なお、こちらの8つの観点に関しては本検証用の独自基準となります。では実際に設定ありにすることでコードがどう変わっていくかご覧いただきます。これからお見せするデモ動画や比較表に関しては指示する内容は注文サービスを実装してっていうシンプルなものに統一して設定の有無での違いを比較していきます。今こちらのスライドに映している内容に関しては設定のないビフォーの状態のスクリーンショットになります。スクショ上ではなんとなくできていそうには見えるんですけれども、詳しくは後ほど結果をお見せいたします。次のスライドで設定を追加したアフターの状態でのデモ動画をご覧いただきます。実際の検証は対象の5つのサービスすべてで実施しましたので、比較表の後にその集計結果も合わせてご報告いたします。はい。それでは実際に設定ありの状態でコードがどう変わっていくのか動画をご覧いただきます。で、まずご覧いただく前に大前提になるんですけれども、こちらの動画は実際にはだいたい生成に2、30分ほどかかるプロセスがありますが、今回は勉強会の時間の都合もありまして、エッセンスを凝縮して7分に編集したものになっております。で、これから動画を映す画面の構成なんですけれども、右側にクロードコードが、左側にファイルマネージャーのヤジというものが映っております。普段はこの構成で開発を行っています。では、これから動画を再生いたします。はい。今、動画を始めました。で、指示としては先ほど申し上げた通りで、注文サービスの実装をお願いしますっていう内容になります。で、指示を出すと、まず自動的に先ほど紹介した実装準備スキルが起動していきます。今、AI がすごいスピードで読み込んでいるんですけど、これは事前に私たち人間が作った設計書を読み込んでいるところです。ビフォーの検証の方では AI は知っているけど読まないという問題はありましたが、今回はスキルとして手順を定義しておくことで確実に把握できるようにしています。で、ここで AI が詳細な実装プランを提案してくれています。マイクロサービスではサービスごとの異なるデータベースや通信のルールがあるんですけど、AI はそれを踏まえた上での手順を自ら整理してくれています。私たちはこのチェックリストを確認して承認するだけっていう流れになります。はい。ここで何を作るかの共通認識をしっかり持つことが重要になります。はい。フェーズ A から順に行っていくっていう流れになっていきます。左側に映しているファイルマネージャーは、一応右側で映っているクロードコードの生成しているものに合わせて、私の方で追って開いているような形になります。で、今、コーディングが始まってきていまして、最初に作るのはデータベースの設定やデータの入れ物となるエンティティクラスを作っています。ここではミドルウェア固有の DB の設定であったりとか、一度決めたら中身を変えられないイミュータブルなものを、チームの設計方針として AI が当たり前のように守ってくれているっていう動きになっています。で、こうしたプロジェクトの常識をルールとして定義しておくことで、プロジェクトのお作法が AI が当たり前のように守ってくれるという仕組みになっています。はい。で、今、ドメインモデル、はい、ちょうどエンティティのあたりを作成してもらっているっていう段階ですね。はい。ちょっと見づらいんですけれども、クラスのとこにファイナルってついていて、適切にイミュータブルな設計になっているなっていうことが確認できるかなと思います。はい。で、フェーズ A の作成が終わったので、自分でビルドして確認をしているっていうのが今映っております。で、今ビルドをしてっていうところで、は
今、リトライの戦略のあたりを映していますが、はい。ビルドが終わって、ちょっと設定が不備があったので、自身でこれが足りないなっていうのを気づいて、今、追加で修正してくれているっていうところが映っております。はい。そうですね。2箇所ほど足りていなかったっていう感じの動画になっています。はい。で、フェーズ A の生成が終わって、はい。こちらで問題ないかっていうところを聞いてくれています。これで特に問題なければ、フェーズ B、C、D と続けて実装していくっていう流れになります。はい。今、投資でお願いしたところっていうところですね。はい。で、フェーズ B から D まで、最後まで行くんですけど、リポジトリのあたりであったりとか、外部クライアント、そうですね、各マイクロサービスをつなぐ部分とか、その辺を実装したりとか、ビジネスロジックを実装して、最後ビルド、動作確認っていう流れで、はい、フェーズ B から D まで提案してくれたっていうところになります。えーっと、複数のサービス間で足並みを揃えるっていうところが難易度の高い連携部分ですね。に今入り始めているってところです。えっと、データの矛盾を防ぐための厳格な手順、先ほど出てきました 2-phase コミットが必要な部分を実装してくれているっていうところの動画です。AI が設計書から正しい実装パターンを自動で抽出して、漏れのない実装を今続けてくれています。で、私たちはこの一行一行のコードを自分で手で書くっていう作業から解放されて、大きな設計の流れを今見守るっていう立場に回っているっていう形になります。はい。で、順調に今作ってくれて、最後フェーズ D の実装に入り始めているところですね。はい。そうですね。DTO のあたりとかも問題なく作ってくれているんじゃないかなっていうところですね。はい。今、ささっと見ているんですけど、これが終わった後は、ご自身のおなじみのエディターとかで再確認していただけるといいかなっていうところになります。はい。もう少しで、そうですね。を見例外のクラスを見て、コントローラークラスとかを、はい。今、最後の最後のあたりまで来てますね。コントローラークラスとかテスト環境の整備とか、今行っているような段階になっているかなと思います。予期せぬエラーとかの例外処理を組み込んでいくってところですね。組み込んでいって、最後、ビルド通して、はい、問題ないってところが通りましたってところですね。無事に実装が終わって、不備がないかっていう最終チェックができたっていうところで、一番最後の B から、フェーズ B から D までの報告を私にしてくれているってところになります。で結果として、約30分ほどこちらかかる工程なんですけれども、29ファイルほどのファイルが生成されたっていうところになっています。はい。で、デモの結果を含めて全体でどのような結果が得られたのかっていうところを後続のスライドで検証結果としてご覧いただこうと思います。はい。で、続いて、このルールの効果につきまして、具体的なコードで確認してみましょう。一例としまして、先ほども紹介した 2-phase コミットの実装の before と after に関してが今のスライドに移っております。まず左側の方が before のコードになります。で、AI は複雑なトランザクション手順を知らない状態ですので、2-phase コミットのサポートは将来の拡張として検討が必要っていうコメントを勝手に残して、通常のトランザクション処理で代替実装をしてしまっています。で、一方、右側のルールを適用したアフターの方に関しては明確な違いが出ています。ルールから手順を学習したことで、ジョインのメソッドを正しく呼び出して、2-phase コミットを実施して、処理をしっかりと保証してくれているコードが生成されました。このように設定一つで実装の確実性が変わることがわかるかなと思います。はい。それでは具体的なコードの評価結果を観点別に見ていきましょう。こちらのスライドと次のスライドは注文を扱うオーダーサービスでの1回分の思考を抜粋した比較表になります。で、まずはじめに5つの観点からご紹介いたします。
まず、ルールがないビフォーの方ですね、を見ていただきますと、トランザクション管理で不適切なクラスを使われていたりですとか、クラットの API で古い API が呼び出されているってところで、失敗の判定になっているなど、不安定な結果となっています。で、エンティティの設計でもデータアノテーションによって非ファイナルな可変なオブジェクトが生成されているっていう結果になりました。で、一方、ルールを追加したアフターの方ですね、に関してはトランザクションの用途別の分離や、インサートとアップデートの正しい使い分け、さらには、ファイナルフィールドを用いたイミュータブルなエンティティ設計まで事前にお伝えしたかった制約が無事にきれいに守られて正しい実装へと改善されていることがわかるかなと思います。続いて残りの3つの観点と総合評価になります。ディレクトリの構成や例外処理においても Before の方は汎用的な技術名のディレクトリが使われていたりですとか、Unknown Commit Status Exception、こちらがキャッチされないままになっていて失敗になってしまっていました。一方で、アフターの方では、スカラー DB の DDD に準拠したパッケージ構成になっていたりとか、未知のエラーに対する例外処理もしっかりとハンドリングされているってところが見て取れるっていう結果になりました。で、結果としてこの1回の試行における総合判定に関しては、Before が4つの失敗を含む、不合格っていう結果だったのに対し、After に関しては8つの観点すべてでパス、合格という結果を出すことができました。とはいえ、先ほどはあくまで1回の試行結果というものになりますので、AI には出力のブレがあるので、オーダーサービスにおいて5回試行した際の傾向をまとめたのが今映している表になります。ご覧の通り、クラッド、リポジトリ、エンティティ設計の3つの観点においては、アフターのパス率が5回ともすべて100%、つまり完全再現できる状態まで大幅に改善したという結果が見られました。一方で、OCC リトライや例外処理に関しては、アフターでも完全には改善しきれず、まだ改善の余地があるなっていう結果となりました。次に、オーダーサービスだけじゃなく、対象とした他の5つのマイクロサービスすべてにおける集計結果がこちらになります。左側からビフォーのスコア、アフターのスコア、そして改善幅を示しています。で、オーダー、プロダクト、インベントリーの3サービスに関しては、軒並み60ポイント以上の大幅な改善が見られました。で、ペイメントに関しては、ビフォーの段階から比較的スコアがちょっと高かったっていうところがあり、改善幅は23ポイントほどにとどまりました。で、レシートに関しては、そもそもスカラー DB を適用していないサービスだったため、3観点のみの評価となってしまい、結果的にルールの有無による大きな差が出にくいという結果が出ました。で、最後に各サービスごとの傾向をまとめたのがこちらの表になります。全体的にいい点としましては、オーダーサービスでの、クラッド操作やリポジトリ、エンティティの設計、あるいはプロダクトサービスでの、トランザクション管理などが完全再現できるなど、ルールによる制御が非常に有効に働いていて、安定して高品質なコードを生成できるようになっておりました。でしかし、注目点の方にある通り、オーダーやインベントリーにおいて、例外処理が不安定であり、すべてが失敗になるなど、依然として課題は残っていることが分かりました。プロダクトサービスではデータベースの設定の揺れも観測されており、全サービスで完璧な結果が出たわけではないという実態が、この検証で見えてきました。で、ここまでの検証結果のまとめになります。今回立てた AI への設定を整備すれば、出力のブレはなくせるという仮説に関しては、この研修によって裏付けられました。で、先ほど見ていただいた通り、クラッド操作や、リポジトリ、エンティティの設計の3観点においては、設定追加後のアフターで5回中5回とも成功パスですね。になっていて、完全再現が確認できました。ただ、すべてが100%になったわけではなく、例外処理のスコアはアフターでも平均40%ほどにとどまるなど、改善の余地があるっていうことが今回の検証で分かりました。そして、この検証を通して私たちエンジニアが行ったこととしては、AI はコードを生成する役割、エンジニアは AI がいいコードを生成できる状態を設計する役割という分担です。
私たちは直接コードを書く代わりに、ルールズに制約や禁止パターンを記述したり、スキルズの方に手順やトリガーを定義しました。これらはコードを書く作業ではなく AI への知識と手順の設計をしたというものになります。そしてここからは考察と展望です。これからの AI 時代において私たちエンジニアの役割がどう変わっていくのか、そしてこの仕組みをどうチームへ展開していくかについてお話しいたします。これまでエンジニアの仕事はまさに実装者として直接コードを書くことでした。で、しかしこれからの AI の時代は AI が正しく動ける環境を整える側に回ることになります。AI はただ単にバイブコーディングのように任せるのではなく、何を守らせるかをしっかりと設計し、それを先ほど紹介した、ルールズやスキルズに整備していくこと。これこそが今後のチームのエンジニアリング力そのものに直結していくと私たちは考えています。そしてこの仕組みをどうチームへ展開していくか。重要なことは、俗人化しているような個人の経験などをチームの資産にしていくことが大事だと考えています。開発中に解決した問題は解決策と一緒にドキュメントとして記録していきます。すると、ノウハウ永続スキルがそれを自動的にルールズやスキルズに反映してくれます。こうして蓄積されたノウハウは次回の実装時にも必ず参照される仕組みになっていますので、チーム内で同じく失敗を繰り返すことがなくなります。また、新しいメンバーがもし加わった際も、このドットクロードディレクトリを参照してもらえれば、プロジェクトの暗黙値をすぐにキャッチアップできるようになります。で、本日のまとめになります。私たちの取り組みは大きく3つのポイントに集約されます。まず一つ目はガードレール設計で、DB のミドルウェア固有の制約などをルールに落とし込んで AI が自然にルールを守れる各種モデルで再現可能な環境、そちらを仕組みを作りました。二つ目は手順の構造化です。俗人化しがちな、複雑な手順をスキルとして定義して落とし込んで、誰でも同じ品質で実行、永続化できる仕組みを今回構築しました。最後、3つ目が品質の一貫性です。ルールズとスキルズを組み合わせることで、知識と手順の両方を AI に渡し、AI が迷わず正しく動ける環境を私たちは設計しました。これらの基盤整備に注力したことで、前回の開発工数から今回の約56時間へと劇的な効率化と品質安定を実現できた要因であると考えております。で、最後に皆様へのネクストステップのご提案です。明日からでも始められる第一歩として、例えば、普段コードのレビューとか行っていて、繰り返し指摘がある内容とか、もしあれば、そちらをルールズに書きを出してみるのは始めやすいかなと思います。また、俗人化してしまっている複雑な手順、開発でもいいですし、開発以外のものでも応用効くかなと思うんですけれども、そちらをスキルズに定義して使ってみるってところも始めやすいかなと思います。そして、その解決した問題ですね。こちらを記録する習慣を身につけて、それをチームの資産として積み上げていってください。この小さな積み重ねがチーム全体の AI 駆動開発を次のステージへ押し上げてくれる手助けになるかと思います。はい。では、以上で私たちの発表を終わりにします。ご清聴いただき誠にありがとうございました。